はい、またピンチがチャンスに。そうなんですよ。ピンチがチャンスになる。やっぱ緊張する人は切れないじゃないですか。そうですね。やっぱどんな私たちがも強い人だったり、すごい大事な大会だと思うから切れねえってなるんで。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのゲッチーとシャです。お願いします。はい、お願いします。今日はですね、相手のサーブが分からないときに、はい、確実に返す2つのレシーブっていうのを最新バージョン、はい、をさらにどんどん講習会して、どんどん返せる確実な方法の確率がどんどん上がってきました。なるほど。まあ今までいろいろ紹介したけれども、これが一番有効性が、そうですね。今回の動画が一番返せるかなと。はい、簡単で確率も高い。そうですね。一番いろんな回転に対して、はい、低く確実に返しやすいものっていうのを今日やっていこうかなと思います。はい、まず1つ目いきます。はい、これちょっと難しい方です。難しい方。まあいきなり難しい方をやります。はい。難しいなんですけど、横回転出してもらっていいですか。横回転。はい。バック側に横回転お願いします。で、普段ですね、これ横。横飛んでくよ。はい。横回転さ、よいしょ。食らって。うわ。めっちゃ綺麗じゃない。ありがとうございます。はい。もうやっぱ当たった瞬間やっぱこう横飛んだり浮いたりっていうのがやっぱ相手のサーブ読むまでちょっとやっぱ難しいものなんですけど、この時にですね、まず難しい方で返せる方法、はい、それをもう一度やってもらっていいですか。まあこれ動画でも何度も言ってるんですけど、思いっきり切るつっつき、上書きつっつきってやつですね。もうすごい強いバックスピン、思いっきりつっつきを切ることで相手の回転を潰してかけるレシーブになります。はい。まあこれ相手の回転をめっちゃ下回転で潰すんで、つっつきの質としても非常に高いもので、めっちゃ切れた状態で返るので、トップ選手がめっちゃやってます。めっちゃ切れてるんで、はい。まあ、出たとしてもまあループになったりとか。そうですね。この思いっきり切れたやつ、って切れたら、はい、こういう感じで。相手のサーブが分からないって困ってる時にとりあえず思いっきり切るっていう感覚があればですね、相手の3球目も防ぐことができるから一石二鳥なんですよね。ピンチだけどチャンスに変える。そうなんですよ。ありがとうございます。いい言葉に。そうです。ピンチなんですよ。サーブが分からなくてピンチだけど思いっきり切ってこっちがあーって入れるとか。そうですね。そしたら相手がこうやって合わせてくれたらレシーブなのにこうできるっていう、なんとも夢のようなただですね、やっぱ上書きつっつきはまあ難しいんですよね。やっぱ簡単にはちょっと難易度がやっぱり難易度は、はい。ただまだ返しやすい角度っていうのもありまして、おすすめは45度の角度のつっつきが切りやすい。はい。そうですね、シャークありがとうございます。卓球台に対してってことです。そうですね、卓球台に対して45度という角度が一番切りやすい角度になります。45度だとですね、もう一度やってますが、この45度の角度を切ってあとはボールを引きつけることが大事なんですけど、ボールを引きつけて思いっきり、あとはチョップする、思いっきりチョップってやるとめっちゃ切ることができます。はい。これが超覚水中、よく皆さんが切ろうとして失敗する方は水平になりすぎると浮いちゃいます。はい。これトップ選手を真似て水平にしちゃうんですけど、こうするとやっぱスイングスピード速くないとできないんで、ビビった時終わっちゃうんですよね。これで相手の差分からないだったら終了ってなるので、45でしたらまあこうやって切りやすい、でしかもビビってそっと乗っけてもこうやって今みたいに低くなりやすいので、まあ二重の意味で保険をかけたビビって乗っけても低くなりやすいというので、まあ、45でおすすめします。なのでやってください。で、上書きつっつきが成功している方はこの前腕の速さ、ここが速い人が上書きつっつきできています。ここの速さです。シャークやってもらっていいですか。ここの速さです。前腕の速さ。そうです。もうそうです。この速さがこういう感じで一定、最初から最後まで一定の人は上書きつっつきできません。ちょっとやってもらっていいですか。切ろうとしても一定の速度でやるとこうやって押しちゃうんですよね。最初から最後までゆっくりのペースでやるとじゃなくて、新しい瞬間この速さ、ここがですね、新しい感じ前腕でちょっと手首を使う。最初から最後までゆっくりのペースでやるとじゃなくて、新しい瞬間この速さ、ここがですね、新しい感じ前腕でちょっと手首を使う感じなんですけど、まあ手首は全部使うと、ごめんなさい、ちょっと待ってください。手首は全部使うと
こうやって飛んでっちゃってコントロールが難しくなるのではいはい。少し使う感じですね。あとは前腕を速くするとこのような感じで相手のサーブがどんなのが来てもあー、ごめんなさい。全部潰せると。ちょっと極端に上回転とかやってもらって、上回転とかやってもらうと普通だったらこう上回転飛んでっちゃうのが早くシュッやればこうやってはいありがとうございます。はい。まあ今ですねこのような感じで、まあ、上書きつっつきっていう形で、できるんですけど、まあこれはやっぱりちょっとむずい。そうなんですよね。やっぱ今みたいにガツッと上書きできれば一番ベストなんですけど、やっぱこの感覚を覚えるまでにやっぱちょっと時間がかかるので、はい。やっぱ緊張すると切れないじゃないですか。そうですね。やっぱどんな私たちが持ってて強い人だったり、すごい大事な大会だと思うから切れねえってなるんで、今の上書きつつきは今ゴールはそこです。ゴールはこれフォアも一緒、上書きつつきで返してあげるつつきが質高く返せるっていうので、一番いいんですけども、でこの時にもう一つの練習、やっぱ上書きつつき難しい。であともう一つ角度合わせもちょっと難しいっていう方ですね。角度で同じような角度をコピーするっていうレシーブの仕方もあるんですけど、ちょっとサーブ出してもらうんですよ。同じように相手の角度をコピーしてこう当てるだけで返せるというものがあります。そうですね、逆回転だったら逆の方に角度を出して合わせて、もちろん順横を出してもらって、順横の時はこっちの方に角度を作っていくと、相手の角度とコピーするようにすると角度合わせも返しやすいことは分かっているんですけど、ただこれもですねやっぱ相手のインパクトをちょっとやっぱが見えないと、その角度って瞬間的にやっぱ出すのも難しくて、あとは本当にサーブが上手い人だと、逆横と横が途中で急に変わるじゃないですか。なるほど。最近こう言ってこう。そう最近流行りの最後で回転の逆回転、そうですよ、巻き込みの構えして横回転だったり、横回転の構えから巻き込みとか、非常に今複雑にしたサーブもなってきちゃってるので、なので角度を作ろうとしても間に合わないっていうことが多々出てくるようになってきました。昔のサーブは良かったんですけどね。昔はもうみんなこっちのこういう感じでとか横回転いきます、巻き込みいきますっていうのがもう昔はもうバレバレだった状態だったんですけど、今はもう複雑な感じのが多いので、なので角度合わせよりももっと確実に返る方法をやります。じゃあちょっともう一度横回転出してもらっていいですか。横回転くるで、今ある方法で返しています。今ある方で何やってるかっていうと、なんかさっとやってるんですけど、これ何をやってるかっていうと、実は真ん中そうです、真ん中に超脱力してつっつきしてるだけです。超そっとつっつきで返してます。もうすんごいそーっと返す。これめっちゃ返しやすいです。もうそーっとやっぱりですね、レシーブでオーバーミスしてしまう方の特徴はですね、つっつきをですねこうやって切ってしまう、中途半端にちょっと切っちゃうとめっちゃ飛んできます。ちょっとやってもらっていいですか。もう一度中途半端にちょっとこうクッてやってる方いませんか。ちょっとだけクッてやるとこうやって飛んじゃうんですよね。よく現れるんですね。ちょっとこう押しちゃったりとかですね、自分でつっつきを加えちゃう方、やっぱつっつきってやったら下回転かけなきゃっていうのでこう加えちゃう方が多いんですけど、中途半端に加えると押しちゃうんですよね。相手のボールの勢いにそのまま反応してパーンってなんか、そうなんですよ。それでポワーンって浮いちゃったりとか、オーバーミスしちゃったりとかしちゃう方がいるんですけど、いるので、そういう方がレシーブミスが非常に多い。自分でプラスアルファ加えちゃってる方飛んでったとか、じゃなくて実際大丈夫ですよ。もう動かさない、つっつきの45度のさっきのその低くなりやすい角度でそのまま、これです。もう一切手首使わないで振らない、自分で付け加えない。そうです。最初のそうですね、触るですよ。もう名言です。もう触ってください。もうなんかつっつきの角度を作ってそのまま変えずに前に行けばいいだけです。これで変にこう自分で最後に加えちゃう方がこう最後に調子の時切るとこうなっちゃう。それだけで我慢してただ入れるだけ。こう目安としてはやっぱりオーバーが多い人は加えてる人が多いから、自分で分からなかったらちょっとオーバー多いなと思ったらそうです。危険。逆にもう本当にすんごい力抜いて本当力入れなくていいです。もう切らなくてもいい。ただこう45度の角度でそーっといってもらえば、手首も返さない。そのままそーっと
もう力を抜いた方がいいです。力抜いて真ん中にそうで、レシーブはですね、やっぱ真ん中に返した方が入る確率が高い、これシャー君もね動画で出したりとか、私も動画で出したりしてるんですけど、やっぱこれはあとはですね、もう隅っこ狙うとやっぱこうあーみたいな、抜いた、外れた、横回転とか、思ったより強かった。狙ってるところにピンポイントで落ちないですもんね。そうです。皆さんね、やっぱレシーブしようと、突きレシーブするって言ったら、バックかフォアっていう、もう2つで意識持ってると思うんですけど、その時に、だからあっちも狙うんですよね。こっちも狙ったら、浮いたーちょっと横、強かった。で、そこで真ん中狙うと、今、ラッキーなことが起きて、バックに帰ってるんですよね。そうですね。真ん中狙ってるんですけど、バックに帰る。メインは真ん中に、ミドルにソーッとなんですけど、ソーッとやってるんですけど、こっち。バンカーに書いてるのがお分かりいただけるのかなと。はい。こっち向いてるけど、あっち行ってる。だからラッキーが起こってるんですよ。こうやってバックに言われたら今、はい、失点ですよね。なので、ラッキーで帰る確率が上がります。これはでかいです。だから、そうですね、例えば今の回転が逆横回転で回転にしてもらってるんですけど、当たらないのはちょっとな当たらないのはさすがにダメなんですが、逆回転をこういう、はい、今真ん中面作ってるんですけど、こうフォアにボールがいくような状態になってます。はい。だからそこで変にちょっと押すと、こうよくこう自分でちょっと切っちゃうなって、変な癖、ちょっと自分でこうちょっと切っちゃうなと思ってこう飛んでいっちゃう。はい。っていうのでですね、なのでもう一回やってるから、だから脱力して持ってくるから、ただそーっと真ん中の方にもう極力力を抜いた状態で、振らない状態でそーっとつつきしてもらえばいいです。で、真ん中狙って真ん中行ったら打たれるってイメージがあるんですけど、今みたいにですね、サーブが分からない時っていうのは横系のサーブが結構多かったりします。皆さんやっぱ下系のサーブとかを回転分かりやすいと思うんですね。相手が下系のサーブとかはやっぱ回転の種類が分かるんですけど、やっぱ一番困るのはやっぱ横が混ざってる、横が上なのか下なのかとか、逆回転の横が上なのか下なのかっていうのが分かりにくいと思うので、そういうところに対して今みたいにそっととりあえず真ん中にこう逆にうまく力を抜いてそっとやると、バックに勝手にですねコースが逆モーションになります。これいいところですね。トップ選手も今最近よく使ってるなって印象で、わざと真ん中に置いてこっち飛ばす、っていうことをやってますね。真ん中にこうやってやったりとかしてるんですよ。真ん中に回転の力だけでポンって飛ばしてあげる。面は最近 YG サーブとか多いじゃないですか。YG サーブとかわざとフォア前とかにも来るやつもとか真ん中とかに来るやつも、だから真ん中にポンってやってフォアに飛ばしてるんですよね。もう真ん中に面向きとでフォアに飛ばすっていう状態なんですね。ミドルに狙ってるんですけどフォアに飛んでるっていう、これ取れないんですよね。本来皆さんだって本来ですよ、フォアに行きますよって言ってフォアにやるんで、相手がすると分かるんですけど、この練習は真ん中を置いてフォアに飛ぶ。だから相手がおっってなりやすいものになりますね。これ取れないんですよね。本来皆さんだって本来ですよ、フォアに行きますよって言ってフォアにやるんで、相手がすると分かるんですけど、この練習は真ん中を置いてフォアに飛ぶ。だから相手がおっってなりやすいものになりますね。この辺にやってます。で、こういう状態が起きるということですね。はい。真ん中に狙ってるのにフォアに飛ぶ。真ん中にこういう感じですね。はい。なので真ん中に狙ってるのにフォアに飛ぶ。真ん中にこういう感じですね。はい。なので入る確率も高いのに、しかも勝手に逆モーション勝手に逆モーションになるので、一石二鳥になりやすいということですね。はい。またピンチがチャンスに。そうなんですよ。ピンチがチャンスになる。このつっつきだと切る感覚なくてもできるということなんですね。しかも粒高とか表ソフト、だからそういう選手、石付けも同じような返し方すると同じように返せますし、ですね。なので、私的になんですけど、最近そのサーブを分からないサーブを返すっていうやり方、その2つです。なので、1つ目、理想は、このレシーブは思いっきり切る。上書きつつき、さっきの思いっきり相手の回転を潰す上書きつつき。か、もう一度やってみますか。すんごい力抜いて真ん中にそーっと合わせるか。この2択ですね。返す方法としておすすめなのが、めっちゃ切るか、めっちゃそーってやるか。一番ちょっと手首ちょっと切ろうとするのが一番ダメです。影響を受けます。見てください。中途半端に回転に負けて浮いて飛んだりとかこうやってしちゃうんですよね。押しちゃうから飛んじゃうんですね。切っちゃうから変に。なのでそっとやればいいですし、その時に力抜いてそーっとこう慎重につっつけばいいですし、あとはちょっと
と切るんだったら思いっきり切るだとか、中途半端に切るぐらいだったらもう引きつけて思いっきり切る、中途半端に切るぐらいだったらもう思い切って引きつけて切るとかの方が相手も嫌だと思いますし、めっちゃ切れてるのとこのコース読めづらいつっつき、合わせつっつきあって、で普通のつっつき来ないっていうのは相手からするとも嫌だと思います。はい、なので、2択ですね今は。なのでただつっつくのが一番レシーブとしては相手に「はい3球目どうぞ」っていう形になるので、ミスもミスも増えやすいっていうので、ぜひですね皆さん今ですね、理想は思いっきり切ったつつきです。上書きつつきが理想なんですけど、ですね、皆さんの感覚ですね、フォアとバックで皆さんのつっつきの感覚とか得意な感覚が違うと思うので、おすすめはですね、例えばバックが切るの得意だったらもちろんやってますが、バックだけ切るの得意だったらもう全部って切っちゃいましょう。はい、相手のいろんな来ても引きつけて思いっきり切る。ちょっとそれつっついてもらっていいですか。多分これ結構これ結構もうやっぱつっつくぐらいしか多分なかなか結構切れてるんで、でフォアが切るの苦手、フォアがレシーブ苦手です。そういう方は結構多いです。バック切るの得意、フォアの苦手。そういったフォア普段飛んで、例えばこう中途半端にいいレシーブフォアがですねこうみたいな普通につっつきピッてやって飛ばしちゃう、ちょっと切って飛ばしちゃう方は、で上書きもできない。だったらさっきの真ん中にただこうそーっとそーっとつっつく。できるだけ力抜いて脱力してつっつく。そーっと超優しく45度でそーっとつっつくってやると、こうやって低く返しやすく、いろんなサーブ来てもとりあえずこうやって、でしかもコースも違った状態、これでやれば例えばフォアのつっつきが苦手であっても相手に弱点と思われにくいですね。やっぱフォアーンって言ったりとかしたら、あの人はフォアのレシーブ弱点だよ、つっつきうまくないよって言ってみんなフォアにレシーブ来るんですけど、今みたいに確実に低く入れる、真ん中にこう手首も返さない、ただその最初作った角度でそのまま合わせてあげるだけっていうのができれば、ただ本当力抜いてそっていう真ん中にこうそというのができれば、今ストップになっちゃいましたけど、普通にこのぐらいです。スッとこのぐらいですね。変に中途半端にこうって押しちゃうよりかは、もう超力抜いてただそって、これがですね相手に弱点で気づかれなくなるんですよね。こういう返し方で低く返されるだけで、相手あの人フォアのレシーブうまいな、でバックも切ってうまい、やばい、どっちもレシーブ穴がないっていう感じになりやすいので、皆さんの例えばつっつきが切れるのが得意、バック得意、フォアが苦手っていう状態、もしくはどっちも切れないっていう状態にあっても、このような感じで低く返し続けることができる、やり方になります。もちろんそうと合わせてもうちょい横系とか横系が普通横で、ちょっとどうしようかな、横上とかやってもらっていいですか。横上とか来ても45度でそうと合わせればそんなにこうボンとはっていうのでですね、自分なので、このような感じでレシーブすればレシーブミスっていうのは減るのかなと思います。だからちゃんと自分でメリハリ持つってことがとても大事ですね。っていうのでやるならやるで潰しにかかる、やらないならやらないで触る。そうです。メリハリなんですよ、めっちゃ切るか超そーっとやるかっていうので、レシーブの安定度は一気に上がりますので、やってもらえたら、どちらかを選択して、試合の緊張度合いにもよるんですよね。やっぱ緊張する人は切れないじゃないですか。そうですね。やっぱどんな私たちが強い人だったりすごい大事な大会だと思うのが切れねえってなるんで、そういった時はもうただそーってやってもらえれば、そうですね、まずはミスを減らすところから、真ん中にそーってやってもらえば低く返しやすくなるので、それで慣れてから思いっきり切ったりとか、でボールに慣れたら打てる球あったらチキータに狙うとか、そういう感じでやるとレシーブミスがほぼゼロの状態で試合はショートサーブに関しては、進むのかなと思います。ということで、少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。シャー君、ありがとうございました。いつものことでありがとうございました。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。
そうなんですよ、ピンチがチャンスになる勝手に逆モーションになるので一石二鳥になりやすいということですね。一石二鳥なんですよね。ピンチだけどチャンスに変える。そうなんですよ。ありがとうございます。いい最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。